はい、今回は前回の Waves プラチナムから Horizon にアップグレードした際に追加されるプラグインにフォーカスして Tips をお送りしていきます。その中でもぜひ持っておきたい魅力的なプラグインをピックアップしましたので、どうぞ最後までご覧ください。まずは Horizon で追加された各種ヴィンテージ機材のモデリング製品についてです。今回はそのうち3つをピックアップし、それぞれの使いどころなどについてご紹介したいと思います。1つ目は CLA76 です。こちらはグリーンデーやアブリル・ラビーン、サンタナなどを手掛けた著名なエンジニア、クリス・ロード・アルジ氏が所有する1176を忠実にモデリングしたプラグインです。1176系コンプの使用方法や FET コンプの特徴については、これまでの動画でも触れてきたところですが、やはりこの高速なアタックはドラムなど鋭いトランジエントの楽器に向いています。CLA76 に特徴的なのは、ブラッキーとブルーイという別々の個体が一つにパッケージされており、すぐに切り替えられる点です。例としてスネアに適用してみます。セッティングはある程度済ませてありますので、バイパスと比べてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。太く力強いスネアになりますね。次にブラッキーとブルーイの違いを聞き比べてみましょう。まずはブラッキーから。続いてブルーイ。ブルーイの方がアタックが鋭く、サスティンの粘りも出ていて、アグレッシブなサウンドですね。これはどちらが良いというわけではなく、楽曲の雰囲気や好みでチョイスすべきものでしょう。今回はブラッキーのタイトな感じの方が合っていそうですね。こういった比較を手軽にできる点が CLA76 の優れているところだと思います。2つ目はジャック・ジョセフ・プイグ氏が所有するフェアチャイルド670を忠実にモデリングしたプイグチャイルド670です。こちらは真空管コンプレッサーであり、通すだけでも得られる独特の質感が特徴です。インプットゲインとスレッショルドが分かれていますので、欲しい倍音の質感を容易にコントロールすることができます。例としてドラムバスに適用してみます。今回はコンプレッションは行わず、あくまで音質の変化だけを検証してみましょう。デフォルトのインプットゲインでもやや音質は変化しています。バイパスと聞き比べてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。スネアは広域が伸びてカラッとした印象になり、ハイハットには若干ざらつきが加味された感じがしますね。この傾向をもっと顕著にしたい場合、インプットゲインを上げていくことになります。インプットゲインを上げると当然音量が上がりますので、アウトプットゲインを下げて調整します。この辺りで一度バイパスと聞き比べてみましょう。さらに倍音が付加されて派手な印象になってきましたね。マックスまでいってみましょう。スネアハイハットの変化もさることながら、キックにも重さが加わり、全体的にビッグな印象になりましたね。これもどの設定が一番というわけではなく、楽曲に合わせて決めていきましょう。3つ目はクレーマー HLS チャンネルです。これはエディ・クレーマー氏との共同開発で、ロンドンの有名なオリンピックスタジオで使用されたヘリオスコンソールの E キューブをモデリングしたものです。チャンネルと名の付く通り、単なる EQ ではなく、プリアンプが備わっているのが特徴です。それによる質感の変化は、なかなか他では得られないものだと思います。ボーカルに適用してみましょう。
このプリアンプは上げていくと倍音が付加されるだけでなく、中域に何とも言えない温かみが加えられるように感じますね。音量が変わらないのも便利です。EQ は非常にスムーズで繊細な聴き方をするのですが、中でも気に入っているのがハイフリケンシーゲインです。これを上げていくと明瞭感が上がりながら、まさにザ・アナログといったサウンドに変化し、耳に刺さることがありません。Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I'm not. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I'm not. ミックス全体の中でも聴いてみましょう。 Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I'm not. バイパスにします。 Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I'm not. もう一度入れます。 Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I'm not. このプリアンプとハイフリケンシーゲインの組み合わせでエンハーサー的に使うと、心地よく一歩前に出るサウンドを作れると思います。続いてボーカルライダーです。こちらは以前動画解説を行ったものになりますので、詳細な操作方法はそちらの動画もご参照ください。今回は改めてこちらのプラグインの魅力、特にミュージックつまみの機能について触れておきたいと思います。ミュージックつまみはオケからのサイドチェーンを受けて、オケのボリュームも考慮に入れつつ、ボーカルのダイナミクスを調整してくれるというものです。今回もこのようにサイドチェーンをオンにして、オケのバストラックからそのままの音量で受けています。とりあえずミュージックのつまみを0の位置にしておいて聞いてみましょう。まずはサイドチェーンオフから。サイドチェーンオン。サイドチェーンオンとオフを比べると、オンの方が若干ボーカルのボリュームが上がったように感じます。これはこういったラウドなオケに対してボーカルが負け気味なので、それを考慮して音量の底上げをしてくれていると考えられます。ある意味ボーカルライダーからフェーダーの基準値を提案されているようなものですね。ミュージックのセンシティビティを上げると、さらにボーカルの音量が上がります。ここまで上げるとやりすぎな感じがするので、少し抑えめにしましょう。ミュージックつまみはもちろん単純に底上げしてくれるだけのものではありません。曲中のオケの音量の変化に合わせて、ボーカル音量の基準を最適化してくれます。今回はシミュレーションとしてギターをミュートした時との差を比べてみましょう。若干ですが、ギターなしの時の方がフェーダーの上がり方が小さく、オケに対して大きくなりすぎないように調整してくれています。このようにオケの変化に合わせてフェーダーをコントロールしてくれる点が、ミュージックつまみを使用する際の大きなアドバンテージと言えます。続いてはベースライダーです。見た目はボーカルライダーと似ていますね。こちらはベースのフェーダーを自動的に調整し、ダイナミクスを整えてくれるプラグインです。コンプだけでは対応しきれない部分をカバーしたり、コンプによる音質変化を最小限に抑えながら音量調整をしてくれる点が特徴です。また、ベースの特性に最適化されているため、ボーカルライダーとは違う独特の動き方をします。実際に設定してみましょう。今回はベースの DI トラックの最初の段にインサートしています。ボーカルライダーと同様、まずはターゲットを設定しましょう。メーターの最大値の端あたり、フェーダーが上下にバランスよく動くところを狙うとちょうどいい音量になると思います。このあたりでしょうか。次にセンシティビティで音量差をどのくらいの細かさで拾うかを調整します。フェーダーがあまり小刻みに震えない程度に調整するといいでしょう。はい、こうしてフェーダーを見てみると、一音一音を正確にベースライダーが検知してフェーダーを動かしているのがよくわかると思います。レスポンスはコンプでいうところのリリースのような役割で、どのくらいのスピードで音量変化に対応するかを決めるものです。おおむねスローの方が自然に仕上がりますが、細かいフレーズが多い場合はファストにしても良いでしょう。
今回はスローで十分のようですね。スピルは演奏していない部分でマイクが他の楽器の被りを拾っていた場合、それをどの程度無視するかを決めるつまみです。被りの部分を大きくしようとフェーダーが上がってしまう場合は、ハイ寄りにセッティングします。アーティファクツは弦の擦れる音やトランジェントのノイズなど、通常の演奏でない部分をどの程度無視するかを決めるつまみです。もしそれらのノイズを拾ってフェーダーが上がってしまう場合は、ハイ寄りにセッティングします。いずれも含まれない場合は特に設定の必要はありません。ではミックス全体の中で聴きながらバイパスと比べてみましょう。まずはバイパスから。There's no one else, no one else. Don't you know, don't you know, don't you know, 入れていきます。 don't you know. Someone so makes me happy. I truly my life, it's anyone got. 弦やポジションによる音量の違いが解消されて、低域がしっかりと安定しました。このような安定感はミックスにおいて非常に重要な要素となります。聞き分けやオートメーションを書くのはなかなか熟練の技が必要なので、手軽に効果を得られるベースライダーはミックス初心者にとっても非常に心強いプラグインと言えます。続いてはセンターです。こちらも以前動画解説を行っていますので、詳細な操作方法はそちらをご覧ください。センターといえば代表的な使い方はマスターに挿してサイドを上げるというものですが、今回はそれ以外の活用方法をご紹介したいと思います。一つは両サイドに振っている楽器のバスにインサートし、センターを下げてボーカルのスペースを作るという使い方です。今回はギターバスに適用してみます。There's no one else, no one else. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know one know. Someone so makes me happy. はい、このくらいでも十分効果がありますね。仕組み的な話になりますが、センタースライダーはそもそも中域を中心に効きますので、こういった作業との相性が非常に良いです。手軽に MS 処理が完結する点が魅力ですね。2つ目はマスターに適用し、スライダーを使わずに上のロー、ハイ、パンチのつまみのみを使用するという方法です。これらのつまみをうまくセッティングすると、マスターの分離を良くすることができます。まずローですが、低域を鳴らしているのは主にセンター側ですので、左に振ってみましょう。センターの低域が増強されるとともに、サイズの低域は低減されます。There's no one else, no one else. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know one know. ベースやキックの輪郭が出て、どっしりしてきましたね。振りすぎるとボーカルが引っ張られて重たくなりますので注意しましょう。ハイは長管上の影響が大きい帯域ですので、サイド寄りに振ってやや広がりを出してみます。There's no one else, no one else. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know one know. こちらも振りすぎるとボーカルが引っ張られて散ってしまいますので気をつけてください。パンチはキックやスネアの存在感を出すのに適しています。センター側に振ってややアタック感を出してみましょう。There's no one else, no one else. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know one know. あまりバチバチと言わないぐらいに留めておくのがポイントです。これでバイパスと比べてみましょう。まずはバイパスから。There's no one else, no one else. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you 入れていきます。 know. Someone so makes me happy. I truly my life, it's anyone got. 不自然にならない程度に分離感が出て、やや広がりも出ましたね。大胆に MS 処理をするほどでもないけれども微調整をしたいといった場合に便利だと思います。さて最後にご紹介するのは L3 の16です。ホライズにこれが入っているのは大きいですね。コントロールするのは6バンドですが、裏側では16バンド個別の処理が行われています。さらに自然なマキシマイズが可能になったとともに、積極的な音作りも行えるようになりました。
スレッショルドとアウトシーリングでマキシマイズするところは L1 や L2 と同じですが、最大の違いはこの右にあるマルチバンドコントロールです。リニアフェーズ EQ も備えているのですが、なんといっても特徴的なのはプライオリティというパラメーターです。このプライオリティを上げるとその部分が潰れにくくなります。説明よりも見る方が早いと思いますので、早速セッティングしてみましょう。スレッショルドはアテニュエーションがマイナス3デシベル程度出るところまで下げたいのですが、今回は真ん中のリンクをドラッグしてアウトシーリングも下げておきましょう。その上で若干メイクアップしておきます。これはバイパスとの音質変化を比較しやすくするためです。右のマルチバンドセクションを見ていただくと、帯域ごとにかかり方が違うのがお分かりいただけると思います。ここで潰したくない帯域のプライオリティを上げてみましょう。例えばこの辺り、ボーカルやスネアの倍音に相当する中高域ですね。ご覧の通りあまりへこまなくなりました。ローエンドも潰したくないので少し上げてみましょう。仕上げに空気感を足したいので、広域は少しゲインを上げてみてもいいですね。このように一見複雑に見える GUI ですが、まずはプライオリティとゲインに的を絞ってサウンドメイクしていけば、比較的分かりやすく使うことができます。それではどのようにサウンドが変化したか、バイパスと比べてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。適度に締まりながら豊かな低域となりましたが、ボーカルが低域に引っ張られず安定していますね。また全体的にレンジ感と躍動感のあるサウンドになりました。マキシマイザーといえば潰してミックスを劣化させてしまうイメージがありますが、少し工夫すればトータルコンプ的に有効活用することもできます。それではまとめとして、今回ご紹介したプラグインについてバイパスと適用後を比べてみましょう。まずはバイパスから。続いて適用後。このようにホライズンにはスタジオ定番機材のモデリングや先進の技術を活用したプラグインが多数収録されています。僕個人も愛用しているものが多いので非常におすすめです。さらにミックスやマスタリングを前進させたい、合わせて作業の効率化を図りたいといった方はホライズンへのステップアップを検討してみてはいかがでしょうか。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。